おはようございます。最長一筆書きの旅4日目のスタートです。4日目はヒュッテルドルフ駅からの続き。ということで今、地下鉄でホテルのある中央駅からヒュッテルドルフ駅まで向かっているところです。地下鉄は昨日夕方に買った24時間券が引き続き有効なので、わざわざ買わなくていいのが大変助かりますね。ということで、ヒュッテルドルフ駅にやってきました。今日はこれまで以上にいっぱい乗り継ぐ関係で待ち時間も多いので、まだ暗い6時半からの出発ですよ。まずは本日の1番列車を確認していきましょう。最初は上から3番目、6時29分発の S45 系統に乗っていこうと思います。発車案内板を見ていたらやってきてたらしく、この左の車両がこれから乗る S45 系統の列車ですね。ちなみにこちらの45系統はここ始発の運行系統になっていますよ。この辺りから乗りましょうか。それではヒュッテルドルフ駅を発車。この電車ですが、終点一つ前の駅ハイリゲンシュタットというところまで乗る予定です。この S45 系統が進んでいくのはウィーン市街地の北西部を西から北へぐるっと回るように伸びている路線で、位置的にウィーンの郊外を通るからか郊外線というなんともそのままな名前が付けられています。都市内の路線なんですが、北西側の山につながる山裾みたいな地域で起伏も多いからか高架やトンネルなどもあって、意外に車窓の変化は多いみたいですね。まあ今は真っ暗なのでそもそもあまり見えないですけど、ヒュッテルドルフ駅を出てしばらくすると右手に大きな留置エリアが見えてきますよ。ここは貨車の他に普段使用しない車両なども置かれることもあるんですが、今は数年前にドイツ鉄道から買った客車が置かれているようですね。この車両たち、買った当時は車両不足で活躍してたんですが、最近では長距離用の電車がいっぱい増備されたせいで、今は全く使われなくなったというちょっと悲しい経歴を持っていたりします。20分ほどで乗り換え駅近くまでやってきました。向こうに車庫っぽいのが見えますが、あちらはウィーン地下鉄 U4 号専用の車両基地ですね。ハイリゲンシュタット駅に到着。この駅はウィーン市街地の北側に位置するエリアにありまして、ウィーンの郊外へ向かう別の路線に乗り換えることができますので、次はそちらに乗っていきます。別のホームにやってきまして、次に乗る列車はこちら。クレムス・アンデア・ドナウ駅行きの快速列車レギオナルエクスプレス4系統です。こちらでウィーンの北西部に進んで、まずその辺りのエリアにある路線に乗っていきたいと思います。来ましたね。機関車が先頭ということで、これはウィーンではおなじみダブルデッカーの近郊用客車がやってきましたよ。それでは乗っていきましょう。ここはせっかくなので2階に乗りましょうか。出発です。今日は雪が降るくらい寒いので、車内に入るとほっとしますね。で、乗ったこの列車ですが、今回は短め。次の駅でまた乗り換えになります。とは言っても、この区間の快速はかなりの駅を通過するので、次の駅までは20分くらいはかかる感じです。乗り換えたこの路線ですが、フランツヨーゼフ線といってウィーンとチェコを結ぶ路線ですね。ただチェコまでとは言ってもメインルートではなく、基本的には普通列車と快速列車のみが運転されています。駅を出てちょっと先に留置線があって、そこは結構な頻度で面白い列車が止まってるんですが、今回は夜行列車ナイトジェット用の新型客車が止まってましたね。しかも機関車の塗装がバッチリ合ってて、何気にすごい整った編成でした。ちなみに今乗っているダブルデッカー客車の車内はこんな感じ。2階部分ということで車体の形状がわかる形で天井が丸くなってますが、そこまで圧迫感はなくて、天井の高さは普通の人なら当たらないくらいには結構高いですよ。ただ荷棚はおまけみたいなものなので階段もありますし、大きな荷物があるときは1階の方が楽かもですね。
ちなみにこの路線、実はオーストリアで唯一の左側通行だったりします。オーストリアもかつては左側通行が大半でして、今の右側通行が主流になったのは1990年代に入ってからなんですよね。それ以降複線路線は右側通行に変更されていったのですが、同じく左側通行で残っていたオーストリア南部線が2025年12月に右側通行に変更され、最後に残ったのがここというわけです。それでは次の駅、トゥルン・アンデア・ドナウ駅に到着。ここで降りまして乗り換えましょう。次はこちらの普通列車に乗っていきます。が、よくわかりませんが1本前のに乗れちゃいましたね、これ。発車しました。この列車、時刻上はさっき乗った快速列車の到着時間と同時に発車して接続してないはずだったのですが、なぜか乗れちゃいまして、謎の0分乗り換えが成功しちゃいました。予定ではここで8時27分発の普通列車に乗るはずだったのですが、7時27分発に乗れましたので、突然ですが、ここからは1時間早い行程で進もうと思います。と、ここで先ほどの快速が進んでいったチェコ方面の路線とはお別れですね。ここからは南西に向かう別の路線、トゥルナーフェルト線に入っていきます。フェルト、日本語では平原を意味するワードなんですが、それがつくだけあって、すごく見通しのいい平原ですね。平原の奥の方に山が見えると思いますが、あの山を越えた向こうがウィーンの市街地で、今まであの山を北側からドナウ川沿いに迂回する形でここまでやってきたことになります。少し進むと、ここで高規格な路線と合流するんですが、これがザンクトペルテン中央駅からウィーンの市街地を結ぶ高速線ですね。合流してすぐこの先に、トゥルナーフェルト駅というこの路線との乗り換え駅がありまして、昨日ザンクトペルテン中央駅から従来の路線にわざわざ乗ったのは、ここで高速線の駅を通るからだったというわけです。と、ここがトゥルナーフェルト駅ですね。トゥルナーフェルト駅から少し西にあるここで高速線とはお別れして、再びトゥルナーフェルト線の単独区間に戻ります。それでは次の乗り換え駅に着きましたので、ここで降ります。やってきましたのはヘルツォーゲンブルク駅という小さい町にある駅ですね。ローカルな駅ではあるんですが、路線が分かれるれっきとした分岐駅ということで、ここで別の方面の列車に乗り換えていきます。駅の位置的には、昨日通ったザンクトペルテン中央駅から伸びている路線の少し北にありまして、運行形態上では、ここから分かれる2路線ともにザンクトペルテン中央駅発着なのですが、経路上の分岐地点がここということで、ここまで来て乗り換えることが可能になったというわけです。この2番目に表示されている9時14分発のホルン行き R44 系統が次の列車ですね。ウィーンからここまでは西向きに移動してきましたが、ここからは向きを変えてこちらで北に向かっていきますよ。やってきました。やってきたのは5047型というちょっと古めの気動車ですね。この R44 系統の区間には非電化路線もあるということで、気動車での運行になっています。それではホルンに向けて発車。今回はこの列車で終点のホルン駅まで乗っていく予定です。ちなみにこの列車ですが、さっき1本前のに乗れた関係で、こちらもそのまま前にずれて1本前の便になってます。途中2時間間隔のところがあるので、まあ最終的な工程は同じになるのですが、そこまではこのまま1時間前倒しでいけますね。ここでさっき乗ってきた西からの路線とはお別れになりまして、北方向へと進んでいきます。今走っているこの路線はクレムス線といって、
先ほどのヘルツォーゲンブルク駅からこの先のクレムス・アンデア・ドナウ駅の約20キロを結ぶ非電化単線の路線になります。運行形態ですが、線内で完結する列車はなく、全便ザンクトペルテン中央駅から発着しているみたいですね。北側の発着駅もこの便もそうですが、基本的には先のこれから通っていく別の路線に直通する便がほとんどなんだとか。単線非電化ということで、こんな感じで駅での列車交換も見られますね。乗ってから20分ほどでしょうか。ここでドナウ川を渡って川の北側へと突入。川を渡ってしばらくするとクレムス線の北端クレムス・アンデア・ドナウ駅に到着です。先ほど乗りましたダブルデッカー客車の快速列車レギオナルエクスプレス4系統もここまで運行されるということで、同じような車両も置かれていますね。クレムス・アンデア・ドナウ駅から先しばらくは電化されたフランツ・ヨーゼフ線の支線を走行していきます。この電化区間ではウィーン方面のレギオナルエクスプレス4系統が通過駅ありの快速運転をして、この R44 系統が各駅停車として間の駅に止まっていく運行形態になっているそうですよ。3駅ほど進んでハーダーズドルフ・アムカンプ駅というところまでやってきました。ここまでしばらく走ってきたウィーン方面とお別れして、この列車は北方面へのローカル線へと進んでいきます。幹線から離れると非電化ローカル線の雰囲気が戻ってきましたね。ここはカンプタール線といって、ウィーンの北西部のちょっと離れたところを南北に結んでいる路線になります。全長は約43キロと比較的短い路線ではあるんですが、ローカル線あるあるの低速度でしか走れない路線なので、短いながらも走破には乗り換え込みで1時間くらいはかかったりします。今気づいたのですが、この列車他に誰もお客さんが乗っていませんね。さすがにクレムス・アンデア・ドナウ駅までは数人乗っていたんですが、幹線から離れた先はウィーンから遠ざかるからか一気に閑散としてしまいましたね。乗ってから1時間40分ほどでしょうか、終点のホルン駅に到着。ここではその先に進む別の列車と接続しているはずなんですが、あれでしょうか。しかしどのドアも開いてないということは2両あったのにやっぱり誰も乗ってなかったっぽいですね。自分専用の乗り換えみたいになってしまってて、なんか面白いです。それではこちらに乗りまして引き続き北を目指しましょう。さっきと同じ形式ですが、こっちは旧タイプの内装ですね。それでは出発。案の定ですが、自分が乗り込んだらすぐ発車になりましたよ。ちなみにここの乗り換え、時刻表上は0分乗り換えになってたんですが、路線の途中での乗り換えですし、列車本数も少ないので、おそらく多少の遅延くらいなら接続してくれるんじゃないかなとは思います。今乗り換えたホルン駅は路線の途中にあるちょっとした主要駅なんですが、将来的に今乗っている北側部分が電化されてウィーンから直通運転する予定があるためか、ここを境に完全に系統分離されていて、必ず乗り換えが必要になるみたいです。ただホルン駅自体はかなり路線の北にあるようで、乗り換え後はホルン駅を含めて3駅しかなくて、乗車時間も11分とかなりの短時間になってます。それでは路線の終点ジークムントシャーベルク駅に到着です。ここではウィーンとチェコを結ぶフランツヨーゼフ線の本線に接続しているので、次はそちらへ乗ってウィーン方面へと戻る形で移動していきます。ところでこの通路すごく仮設っぽいのですが、今工事でもしているのでしょうかね。この左のが今作ってる通路かな。
降りる前に調べた感じでは止まっている車両が次に乗る列車のはずです。車両はオーストリアではよく見かけるタイプのやつですね。いろんな種類がありますが、今回は3両編成かつドアが多い4746型という形式でした。さて、乗りましたのはウィーン・フランツヨーゼフ駅行きの快速列車レギオナルエクスプレス41系統。要するにウィーン行きということで、ここまでウィーンから出発して西から北へと離れるように移動してきましたが、重複せずにやってこれる北西の一番端まで到達できたので、ここからしばらくは逆にウィーンに向かって戻る移動になります。ちなみにここから反対方向に1時間ほど乗るとチェコとの国境がありまして、2時間に1本くらいの間隔で国境を越える快速列車も運転されていますよ。もちろんウィーン行きとは言っても、この列車で終点まで行ってしまうと経路が重複してしまうので、この先もいろんな路線を駆使しながら遠回りしていくことになります。3駅ほど進んできましたが、ここで列車交換をするようですね。時刻表的に向こうの快速列車がさっき言ったチェコまで行く列車っぽいですよ。40分ほど乗りまして、次の乗り換え駅に到着です。ここはアプスドルフ・ヒッパースドルフ駅というところで、ちょっと長い駅名なんですが、これは近隣の町の名前を2つ並べたオーストリアにはよくあるタイプの駅名ですね。実はここ、朝に乗り換えたトゥルン・アンデア・ドナウ駅のすぐ隣ということで、ドナウ川を挟んで両岸にある駅に4時間くらいかけ遠回りしてやってきたことになります。あとこちら側で今やってきた路線と先ほど気動車で通過したクレムス・アンデア・ドナウ駅との路線も合流しているので、そちらも遠回りしてきたことになりますね。さて次の列車ですが、真ん中あたりに表示されている S4 系統メーディング行きに乗っていきます。ちなみにこの系統、需要的な関係か昼間だけは2時間間隔になるようで、当初の予定から1時間早くここまで来られたんですが、結局ここで待つ羽目になりますね。寒いですし暇なので待合室で待つのもいいんですが、面白い列車が通過するということでホームに見に来ました。やってきましたあちらの列車はこの路線で数少ない長距離列車ですね。ウィーン・フランツヨーゼフ駅とチェコの首都プラハ中央駅を結ぶ便で1日2往復設定されているんですが、種別自体は快速列車相当の扱いで運行されているちょっと変わった長距離便になってます。これさっき乗り換えたジークムントシャーベルク駅にも止まるのでぜひ乗ってみたかったのですが、残念ながらここに止まらないということで見送ることに。折り返しここ始発の列車になる便が到着です。これはまた古い車両が来ましたね。こちらは4020型という1970年代後半から80年代にかけて作られた近郊用の電車で、最近はここまで乗ってきたあのシリーズに押されて廃車が進んでいる形式ですね。廃車が進んでいる割にはまだ生き残っていて、2030年くらいまでは走る予定と聞いたことがあります。結構早くやってきたので発車までまだ30分ほどありますが、することもないので乗って待ちましょうか。内装はこんな感じで、ちょっと昔の雰囲気がするボックスタイプのシートですね。ただシート自体は一つ前の世代ではありますが、その時にリニューアルされているようです。それでは発車です。発車してすぐのここでドナウ川の対岸へ向かう路線とはお別れしまして、川を渡らずに東へと進んでいきます。今走っているのはドナウ川の北側にあるアプスドルフ・ヒッパースドルフ駅とこの先のシュトッケラウ駅を結ぶ全長17キロの比較的短い路線になります。この便はこの先のシュトッケラウ駅からは別の路線に直通して途中ウィーン中心を通りながらウィーンの南の郊外にある終点を目指すんですが、
朝乗った路線とは別の対岸を通るこのルートなおかげで経路が被らずに東へ戻ることができるというわけですね。ということで40分ほど乗りました。この駅で降りましょう。やってきましたのはフロリッツドルフ駅。ここもウィーンの市街地となるエリアなのですが、メインのエリアとは違ってドナウ川の対岸にある地域になります。ここでウィーンの市街地側から来た路線と合流したということで、次はその路線でまたウィーンから離れる方向に移動していきますよ。やってきましたね。次はこちらの快速列車に乗っていきます。ウィーン近郊ではおなじみのダブルデッカー客車だったので、今回も2階部分にしましょうか。お、意外と空いてますね。それでは東に向けて出発。実は今路線で遅延が発生していて、先に来た予定のとは別の行き先の列車に乗ったのですが、待ってても暇ですし、途中まではこれでも行けるので先にそこまで移動しておくことにしました。なんか今日は予定通りっぽく移動してるようで、予定通りではないという日になっちゃってますね。フロリッツドルフ駅を出てすぐ左側には車庫があって、ここはウィーンで使われる近郊用の車両がいっぱい置いてありますよ。お、さっき乗った古めの4020型も結構な数が置かれてますね。おお、右側には今後導入予定の新しいダブルデッカー電車がいっぱいです。2026年からとは聞いてるので、これだけあれば一気に投入できそうですね。ここで合流してきた路線はウィーン中央駅方面からの連絡線。近郊列車のみが走るウィーン中心部からの路線だったのですが、方向的にはチェコにつながる路線でもあるので、ここ以降はチェコやポーランド方面の国際列車も走る区間になります。この列車に約20分乗りまして、次はここで乗り換えのために降りますよ。ここはゲンゼルンドルフというところで、ウィーンから30キロくらい北西にある町ですね。あの列車はここから先チェコ方面に行ってしまって戻れなくなるので、ここで国内を移動できる別の路線に乗り換えていきます。乗ってきた路線は国際的な幹線かつウィーンの近郊路線も兼ねているので、本数がそこそこあるのですが、これから乗るのは連絡線みたいな扱いの路線なので、そこは1時間に1本と本数はちょっと少なめな感じです。で、前の便は20分くらい前に行ってしまったので、次が来るまでまだ40分くらいありますね。機関車と客車の塗装が綺麗に揃った編成が来たので、思わず撮ってしまいましたが、機関車の運用って結構こまめに変わるので、ここまで綺麗に合ってるのはなかなか珍しいかもしれないです。さて、次に乗る列車ですが、この上から2番目、33分発の S1 系統ですね。このマルヘック行きがここから分かれている路線方面になります。やってきましたが、あれ、各駅停車なんですが、ダブルデッカーの客車が来ましたよ。S バーンのこれが走ってるなんて初めて見ましたが、こんな運用もあるんですね。ということで発車。終点のマルヘック駅までは途中1駅で約12分と、ここはかなり短めになります。駅からちょっと進んだここでチェコ方面とはお別れです。プラハ行きのレールジェットやポーランド行きのユーロシティなどはあっちを走っていきますよ。マルヘック駅に到着しました。先ほどの駅はチェコ方面の幹線でしたが、次にやってきたここマルヘック駅はスロバキア方面との別の幹線になっていまして、ここからはその幹線の列車でウィーン方面に戻る向きで移動していきます。地図で見るとおそらくすごい動きをしているとは思うんですが、
さっきの連絡線があったおかげでウィーンから離れてすぐ戻るという面白い経路をたどることができていいですね。ここからですが、2番目に表示されている快速列車レギオナルエクスプレス8系統のウィーン中央駅行きに乗っていこうと思います。もちろん終点までですね。しかし今日はウィーン付近をいろいろ移動してきましたが、ようやくこれでオーストリアの中でも一番と言っていい主要駅にたどり着けそうです。マルヘック駅を出発なんですが、あの後いくら待っても快速列車が来ず、どうやらホームに止まっていた R81 系統の普通列車が先に出てしまうということで、経路は同じでしたし、そっちに乗ることにしました。実はこのマルヘック駅のすぐ東隣がスロバキア内の駅になっていまして、アプリによるとそこまでは列車が来ていたはずなんですが、機関車の故障かは分かりませんが、それ以降一向に来ず動きがなかったですね。まあこの列車があったおかげでめちゃめちゃ寒い中来るまで待つ必要がなかったのは幸いです。こちらもウィーン中央駅行きということで、ほぼ各駅に止まる以外は経路も同じですね。一応本来の各駅停車の S バーンがある区間では通過駅もあるので、日本風に言えば区間快速みたいな感じでしょうか。お外を見てる感じ、もうそろそろ日が落ちる時間帯になりそうかな。ここで本日2度目となるドナウ川を渡りまして、ウィーンの市街地へ。今日はこれだけウィーン周辺で乗ってましたが、経路上ドナウ川を渡るのは2回ということで意外に少ないんですよね。先ほどもちょっと説明しましたが、この辺りは各駅停車の S バーンも走っているということで、こんな感じで通過駅もあります。そろそろ終点のウィーン中央駅というところですが、この列車で本日は終わりということで、降りる前に今日のまとめをしちゃいますか。今日は細かい移動が多く、乗った列車は10本とかなりの本数になりました。ただ距離はそれほどで、移動距離は約 327.5 キロと1本あたりの平均はかなり短めですね。で、昨日ヒュッテルドルフ駅に着いた時点で 1245.5 キロでしたので、今日のを足すと約1560キロというところでしょうか。ここまで来ると次の大台2000キロも近づいてきましたね。もちろん全体的な距離で言えば超えてまだまだ伸びるので、どんどん進んでいきますよ。ということでウィーン中央駅が奥に見えてきました。それでは到着です。ウィーン中央駅に着いたということで、今回はここまでにしましょうか。明日の予定ですが、実はまだ乗れていないウィーン周辺の路線が存在するということで、明日はウィーン周辺の残りの区間の制覇と、いよいよ終盤戦ともいえる南部地域を目指して移動していきます。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。お楽しみに。